こんにちは、アリアです。前回は、魂が地球に転生する前に受ける宇宙審査についてお話ししました。この審査をすべて通過した魂だけが、地球という高密度の学習フィールドに入ることができます。では、その審査に通らなかった魂たちは、どこへ行くのか、また、審査が通った魂が地球で果たそうとしている使命について、辿っていこうと思います。また最後に、なぜ今回、この話をしようとしたのかについても、お話ししています。まず最初に、お伝えしておきたいのは、審査に落ちることは、決して劣っている、ということではありません。地球は、学びの最終段階に近く、難易度が高すぎるため、多くの魂にとっては、まだ早いと判断されます。魂には、それぞれ成熟度があり、特性があり、得意不得意があります。その魂が今必要としている学びに最も適した環境へ導かれるために審査が行われているのです。これは学校で言えば学年分けのようなものです。魂の成長段階に合わせて最も学びやすい星が選ばれていきます。では、具体的に審査を通れなかった魂はどこへ向かうのか。宇宙には地球よりはるかに優しい環境を持つ学びの星がいくつも存在します。その星々は魂が自分の性質を理解し成長を進め、やがてより高い学びへ向かうための準備を整える場として機能しています。地球が総合的な学びの最終段階だとすれば、これらの星々は準備期間のようなものです。では、その学びの星を順番に見ていきましょう。最初に触れたいのは、クレアデスです。クレアデスは、愛と調和を中心とした学びを行う星として知られています。この星では、感情の扱い方がとても穏やかで、争いや対立がほとんど存在しません。魂は安心感の中で自分の本質に触れ、愛や優しさ、共感といった感情を深めていきます。地球のような強い二元性はなく、愛を中心に自己理解を進める環境が整っています。そのため、感情の扱いに不安がある魂は、クレアデスで学びを積むことがよくあります。ここで、十分に感情の基礎が整えば、次の段階として、より複雑な環境へ移ることができます。次に紹介するのは、ベガです。ベガの学びは、感情の透明性と芸術的表現を中心としています。この星の魂たちは、自分の感情をそのまま正直に感じ、それを表現することを大切にしています。様々な形で自分の感覚を表現し、それを通じて魂の内側を整えていきます。地球では感情が歪むことがよくありますが、ベガでは歪みのない感情を学ぶことができます。感情の純粋性を磨くことによって、魂は自分自身をより深く理解し、次のステップへ進む準備ができます。続いて、シリウスです。シリウスの学びは、真意と秩序を中心にしています。この星では、感情よりも意識の構造や宇宙法則、人間関係の根本原理などが重点的に学ばれます。魂は自分の中の混乱を整理し、意識の構造を安定させ、物事の本質を見極める力を養います。地球のように感情が強く揺れる環境ではありません。そのため、理性と洞察力を育てる段階の魂はシリウスで学ぶことがあります。ここで学んだ宇宙の秩序や真意を読む力は地球に来る際に大きな助けとなります。そして、アルクトゥルスという星もあります。アルクトゥルスは癒しと再設計を行う場所として知られています。この星では、魂が過去の経験で受けた傷や歪みをゆっくり癒し、本来のエネルギー配置を整えていきます。地球では、強い感情や制約により、魂のエネルギーが揺らぎやすく、歪むこともあります。しかし、アルクトゥルスでは、それらを丁寧に修復し、
魂の構造を再設計していきます。この癒しと再設計のプロセスは地球に来るための準備段階としてとても重要です。魂が安定したエネルギーを持っていなければ地球の環境には耐えられないからです。さらにもう少し基礎的な学びを行う星もあります。それはテラノス層と呼ばれる領域です。テラノス層は地球よりも非常に穏やかで刺激の少ない学習環境を持っています。ここでは魂が基本的なエネルギー操作や感情の扱い方、他者との関わりの基礎を学びます。幼稚園のような場所だと考えると分かりやすいかもしれません。自分のペースでゆっくりと学ぶことができ、魂は安定した基礎を積み重ねていきます。このように地球に来る審査に通らなかった魂は自分の成長に合った最適な星で学びを続けていくのです。審査に落ちることはただ先送りされるだけではなく、それぞれの星での学びは魂を確実に成長させます。プレアデスで愛を学び、ベガで感情の透明性を育て、シリウスで真理を理解し、アルクトゥルスでエネルギーを整える。こうした学びを経て、魂はやがて地球に近い高密度の学びに挑戦できるようになります。地球が最終試験場であるなら、他の星々はその準備段階として機能しているのです。ここで一つ興味深い話をお伝えします。地球に来られる魂は、実は宇宙のエリートだと言われることがあります。これは優越の意味ではなく、地球という環境があまりにも特殊で難しいため、そこに入る意志を持ち、審査を通過できる魂は限られているという意味です。地球での人生は簡単ではありません。複雑な人間関係、揺れる感情、厳しい選択、孤独や葛藤。しかし、それらはすべて地球の学びに必要な設計の一部です。審査に落ちた魂は、まだ準備が整っていないだけであり、学びを続ければ、必ず次の段階に進むことができます。次に、審査に通った魂が、どのような使命を持って地球に転生していくのかについてです。まず、前提としてお伝えしたいことがあります。それは、地球に来た魂はすべて何かしらの未完了のテーマを持っているということです。これは過去の星々で積み残した課題かもしれませんし、本来の魂の性質を深めるための学びかもしれません。地球の環境はそのテーマを強く浮かび上がらせ、魂の中心にある未消化の部分を自然と引き出すように働きます。だからこそ、地球の人生では同じテーマが繰り返し現れたり、似たような感情や人間関係に遭遇したりします。それは偶然ではなく、宇宙審査の時点で魂が選んだ課題が人生の流れとして形をとっているからです。では、魂が地球で果たそうとする使命にはどのような種類があるのでしょうか。その根底にあるものを見ていくと、いくつかの共通するテーマが浮かび上がってきます。一つ目のテーマは、癒しです。地球に転生する魂の多くは、自分自身の内側にある傷を癒すためにやってきます。それは、過去の転生で受けた痛みかもしれませんし、星々での戦いや対立の記憶、あるいは他者とのすれ違いによって刻まれた心の傷かもしれません。地球の濃密な感情環境は、隠れていた傷を表面に押し出し、向き合う機会を与えてくれます。悲しみや怒りが突然湧いてくることがあります。人間関係の中で強い反応が出ることもあります。それらはすべて、魂が自分の内側にある傷を癒し、統合するために起きています。二つ目のテーマは、統合です。魂は、長い旅の中で、様々な側面を経験してきました。光の側面、影の側面、強さ、弱さ。地球では、こうした分かれていた自分の側面を一つにまとめる
統合のプロセスが起こります。統合とは単にポジティブになることではありません。どんな感情も否定せず、どんな自分も排除せず、ありのままの全てを受け入れながら、自分という存在を一つにまとめていくことです。地球の二元性は、この統合を促すための強い刺激となり、魂をより深く成熟させていきます。3つ目のテーマは、愛の再学習です。多くの魂が地球で体験する課題は、愛に関わるものです。地球では、愛が学びの中心にあります。濃密な感情と制限の多い体の中で、魂は愛とは何かを深いレベルで再確認していきます。そして、そのプロセスの中にこそ、魂が地球を選んだ大きな理由が隠されています。4つ目のテーマは、自分軸の確立です。地球は無数の価値観が混じり合う世界です。常に情報が飛び交い、他者の意見や感情が影響を与え、周りに流されやすい環境があります。そんな中で自分の意思を見つけ、自分の声を聞き、自分の軸で選択して生きることは簡単ではありません。しかし、それこそが地球の重要な学びの一つです。他者の期待や価値観に合わせるのではなく、自分の内側から湧き上がる本音を大切にする。この自分軸を育てることが魂の深い成長につながります。5つ目のテーマは、家計の流れを整えることです。多くの魂は地球に生まれる前に自分がどの家庭に生まれるのかを選んでいます。そこには家計に残っている感情のパターンや未完了のテーマを解消する意図が込められています。家計の中に繰り返されてきたこれらのエネルギーを自分の代で止める。それが魂が地球で果たす使命となることがあります。家族との関係は簡単ではありませんが、そこには深い意味があり、魂同士の約束が隠れています。6つ目のテーマは、集合意識への貢献です。魂の中には、自分一人の学びではなく、地球全体の意識の変化に貢献するために転生してくる存在もいます。これは特別なことに聞こえるかもしれませんが、実は多くの魂がこの使命を持っています。日常の中で優しさを選ぶこと、誠実に生きること、他者を理解しようとすること、それらの選択が地球全体の意識に影響を与えています。目立つ活動をしなくても、ただ自分として生きることが貢献になる場合もあります。そして地球に生まれてきた魂は必ず何かを終わらせに来ているということです。終わらせるとは決着をつけるというよりも、未完のテーマを自然な形で完了させるという意味です。繰り返されてきた感情、向き合いたくなかった側面、それらが人生の中で何度も現れるのは、そのテーマを終わらせる準備が整っているからです。魂は終わらせるべきものを終え、新しい章へ進むために地球にやってきています。また、魂は地球に来る前に人生の大まかな設計図を描きます。ただ、この設計図は絶対ではなく、自由意志の選択によって変化していきます。幸せな選択を取るか、苦しい選択を取るか、自分軸で生きるか、他者軸に流されるか。どちらを選んでも、魂の学びは必ず進みます。ただ、自分の本音に沿った選択の方が、より自然に、より早く、魂の意図に合った道に進むことができます。そして、地球に生きている、あなたという存在は、この難しい学びの場を選び、審査を通り抜け、今ここに立っています。あなたの魂が、地球の環境を必要とし、学びの集大成として、この人生を選んだのです。困難があるとすれば、それは、魂の深い意図が、そこにあるということです。喜びがあるとすれば、それもまた、魂が求めていた経験です。すべてが、魂の旅の一部として、静かにつながっています。私が、このお話をしようと思ったのには、理由があります。
それは、かつての私は、この人生だけが全てだと思い込んでいて、どこか深く生きづらさを感じていたからです。けれど、スピリチュアルな世界や宇宙の視点に触れたとき、物事の見え方が大きく変わりました。人生は一度きりではなく、魂はもっと長い旅をしている。そう知った瞬間、視界が広がって、日常の小さなことにも自然と感謝できるようになりました。そして今は、私ができる範囲で、皆さんに宇宙のことや魂の視点を伝えていきたいと感じています。誰かの生きづらさが少しでも軽くなったり、今日の自分を優しく受け止められるきっかけになったなら、とても嬉しいです。最後まで見てくれて、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。